コマネット、コマネット。夢のコマネット、コマ太郎。さて皆さん、お部屋片付いてますか？物が散乱しすぎて大好きなパソコンを置くスペースもない。そんな感じでお困りではありませんか？そんなあなたに今回ご紹介したいのがこちら。超小型コマ太郎 PC1 号機です。どうですか皆さん、私が片手で持ち上げてたことからも小さいのがわかりますよね。それもそのはず、この PC、縦横 250mm、高さは 65mm しかないんです。いいですか？ 250 センチじゃないですよ。250mm なんです。非常にコンパクトなんですね。それに小ささだけではないんですね。まずはこの質感です。非常にいいんですね。某リンゴ PC を思わせるようなこのフォルム、すごく素敵なんです。スペックだって十分なんですよ。APU として Ryzen 5 2400G を搭載。最近のゲームだって遊ぶことができちゃうんです。さらに容量はなんと SSD500GB ですよ。これならたくさんのゲームを入れて遊ぶことだってできちゃうんです。さらにですね、高負荷時にはケースの温度が50度ぐらいいきますから、こんな感じで湯たんぽ代わりにして使うことだってできちゃうんです。と、このように高機能な超小型 PC。でも気になるのはやっぱりお値段ではないでしょうか。今回、コマネットコマトロ頑張らせていただきました。通常価格30万円のところ、なんと24万円でのご提供となります。6万円値引きですよ。6万円あったら新しいグラブだって買えちゃうじゃないですか。どうですか皆さん、かなりお買い得なんですが、ジャパネットコマ太郎、これだけではありません。さらにもう2つお付けしたいと思います。まずはこちらの PC にぴったりな7インチ型液晶モニターをセットにします。さらにもう一つはこちらの超小型キーボードとマウスが一体となったミニキーボード、こちらもお付けいたします。こちらの液晶モニターはですね、角度調整はもちろんですが、このようにですね、コンパクトに収納もできますので、例えばですね、こういうリュックサックにももちろん入りますので、持ち運びも十分。例えば近くのカフェや公園なんかでベンチマークをしてみたり、ゲームをして楽しんだり、大好きな YouTube 動画を見たりと、本当にいろいろなことを楽しむことができちゃいます。PC 本体、PC モニター、そしてキーボード、マウス、すべて揃って据え置きの24万円。ただしお一人様10代まで36回分割払い。金利はコマネットコマ太郎が負担いたします。フリーダイヤル01201111-111。こんにちは、コマ太郎です。動画を早送りせず、この茶番に付き合ってくださった皆さん、本当に物好きだと思います。さて、そろそろ怒られるかもしれませんので、真面目にやっていきたいと思います。今回はですね、以前より作っていましたおこた PC の TDP ですね、を下げて運用したらどうなるかっていうのを見ていきたいと思います。前にいろいろファンを試してみて、加工なしで使うんであれば、こちらのノクチュアであれば、なんとか使用できるかなというレベルだったんですが、とはいえ、温度が高めということと、あと夏場になるとちょっと厳しいかなと思うので、そういった意味で低電圧で運用してみたいなっていうのと、普通はオーバークロックってやる方多いと思うんですけども、逆にどんどん低電圧化したりダウンクロックしたらどんな感じで性能が変化するのかなっていうのが個人的に興味があったので、今回やってみたいと思います。で、ノクチュアの CPU ファンでの構成も試すんですけど、せっかくならより安くよりシンプルにした場合どこまでいけるかっていうのを見てみたかったので、こちらのですね、今つけている A30 という最初に試した CPU ファンになるんですが、こちらもやってみようと思います。ただ付属の CPU ファンだと高さが合わないので、別途ですね、15mm 圧の 3000rpm まで対応した薄型の CPU ファンに換装して使うことになっています。
でですね、とは言っても、今回自分で電圧とかを調整するんじゃなくて、こちらのですね、アドバンスと AWD-CDS の中にある NBIO コモンオプションズ。この中にですね、システムコンフィギュレーションというのがあって、ここでどうも TDP をコントロールできるらしいんですね。で、これどんなものかっていうのが気になったのでやってみようと思います。で、コンシューマーとコマーシャルっていう項目があるんですが、コンシューマー向けだろうなということで、456、こちらを使ってやっていきたいと思います。まずは、温度が耐えられないと意味がないので、OCCT で温度の上昇具合を見ていきます。今回は単純に、とにかく20分間、高負荷をかけ続けてみます。まず通常の 65W だとだいたい7分半ぐらいで97度以上に達してしまいます。で 45W だとギリギリ20分ぐらいでだいたい96度ぐらいなので、先ほどよりは長く温度抑制できますが、それでもちょっと冷却不足かなと。で 35W になるとだいたい80度ぐらいにはなるんですが、それ以上は、何分間やっても温度が上昇しなかったので、一応ですね、A30 の、安めの CPU クーラーでも TDP35W にすれば、ケースでなんとか使えるということは分かりました。ちなみにノクチュアだと 45W であってもだいたい83から84度でしっかりと温度を抑えられたので、やっぱりちょっと高めのワット数でも使えそうですよね。35W になるともう何分間やっても67度ぐらいなので、ようやく慣れ親しんだ温度になってきたなと思います。でですね、CPU の電圧どんな感じに設定してるのかなっていうのなんですが、こちらの CPU VDD で合ってますよね。もし間違ってたら、誰かご存知な方、コメントください。で、一番右が 65W なんですが、通常時は 1.30V なんですが、45W 設定だとだいたい 1.234。で、35W になると 1.134V ぐらいの設定にしているようです。ただですね、これが多分視聴者の方が教えていただいたものだと思うんですが、35W の場合、多分電圧を下げすぎているので、コアスクロックがですね、やっぱりちょっと低いんですよね、65W と比べて。45W もちょっと低いんですけど、なので、このあたりどのぐらい性能に影響が出るのかっていうのが気になるところです。まずは、シネベンチですね。やっぱりマルチコアの数値は順当に下がってますね。でもシングルコアは変わらないんですね。メモリクロック下がってもそんなに影響はないってことなんですかね。あとは OpenGL も、35W 下がってますが、45W は思ったよりというか一緒ですね。あんまり変化がないということなんでしょうか。続いては Firestrike。やはりこちらも順当にって言おうと思ったんですけど、なんだこの微妙な数値は。やっぱこのテストはあんまり細かいのを見るのには向いてないんですかね。特にフィジックススコア CPU のテストを注目したかったんですけど、なんでか知んないけど 35W が一番高くなっちゃいましたね。困ったなぁ。ということで Firestrike のテストはなかったことにしてゲームの方を計測していきます。今回は AS Combat 7を選択しました。まずは 65W、基本的な時はどうかってことですね。FPS はだいたい 55fps で、注目したいのは CPU の温度ですね。84度から85度ぐらいで一応一定になってます。高いっちゃ高いですよね。CPU の寿命に悪影響というのはあるとは思うんですが、一応サーマルスロットリングは発生せずにゲームはできているという感じです。次は 45W ですね。
だいぶ温度は10度ぐらい下がりました。これならまあ全然いいんじゃないかなと個人的には思います。で、FPS は平均値で 3fps ぐらいなので、個人的には、このぐらいの落ち込みだったら 45W 運用でいいかなと、結構ありかなと感じてます。で、最後は 35W ですね。さすがに温度下がりましたね。だいぶ57度ぐらいなので、これなら全然問題ないんじゃないでしょうか。ただ FPS が46なので、65W の時と 9fps ぐらい下がっちゃってるんですかね。これだけ落ちちゃうとちょっと微妙な気はしますよね。温度の低下と FPS の落ち方のバランスが一番いいのは 45W ですかね。ちなみにノクチュアじゃない方の安いクーラーだと 35W 運用でも78度から79度ぐらいで結構高くなっちゃいますね、やっぱり。やっぱ加工なしではちょっとCPU クーラー使うのは停電圧化しても難しそうですね。やっぱりノクチュア使うのが正解みたい。ということで、簡単ではあるんですが、TDP を下げていく検証をしてきました。今までこういうのやったことないんですが、もっと設定を細かくいじって、性能がなるべく低下しないように温度を下げていくっていうのも、この小型系の PC の醍醐味なのかもしれないですね。で、次回なんですが、次回はアスロン 200G のオーバークロックの検証をしていこうと思います。ちょっと私の中で次回作の自作 PC を考えてまして、その際にオーバークロックの検証も後々含めていこうかなと思ってるので、まずはその前哨戦じゃないんですが、アスロン 200G がどのぐらいパワーアップするのかっていうのを見ていきます。コマタロ PC1 号機を買いたい人も買いたくない人も高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。